皆さんこんにちは、山上アリシャです。今日は私が最大7キロ痩せたお話をしていきたいと思います。で、このお話をする前に一つだけ、私は医者や栄養士ではないので、あくまでも今から話することは私個人の体験だったり意見として捉えていただけると嬉しいです。私小さい時からあまり体型も変わらず結構スリムな方であったんですけど、カナダに行って日本に帰ってきた時、久々に日本に帰ってこれたことがすっごい嬉しくて、もう日本食だったりとか、もう日本のお菓子だったりとかをもうすごい興奮していっぱい食べちゃったの。そしたら今の体重よりも7キロ増えちゃって、しかも一気に増えたから、もうなんて言うんだろう、すっごい分かりやすい太り方をしたのね。食べる量もすごかったの。ケーキ1つホールだったりとか、パン1斤とかモデルしに来たはずなのにすごい太っちゃって、初めてダイエットしなきゃってなっちゃって、何をしてもいいか分かんなくて、本当にもう何度もダイエットを試しては失敗してリバウンドして、その度に自分をまた嫌いになっちゃうっていうパターンを繰り返してました。でその当時はそれを認めることもすっごい嫌だったから、お洋服とかも自分が好きなものじゃなくて自分の体型を隠せるものを優先的に着てたりとか、でもせっかくモデルデビューもさせていただいて、一生このパターンを続けられないなって思って、今までしていたダイエット全部やめましたでダイエットはやめてライフスタイルを変えることに集中しました。そしたらダイエットでは得られなかった体重の変化だったりとか、平熱の上昇だったり、あと風邪もめったにひかなくなったりとか、あと便秘も改善されて肌も綺麗になって、本当いいこと尽くしだったので、今回はそれのちょっといくつかに分けて撮ろうと思っています。で今回は食事編でちょっとお話できるといいなと思います。まず最初に私がしたことはレコーディングです。書き出すことによって客観的に自分の癖だったりとか、自分の摂取しているものをより分かりやすく分析できるようになりました。私のそのレコーディングを見た時に明らかにもう栄養素が偏ってたの。その栄養素をバランスよく取れるようにお料理の勉強を始めました。で私あんまり勉強得意じゃないし、あと楽しくライフスタイルを変えるっていう長期でやりたいことだったから、そこまで無理せず1日にちょっとずつ栄養の本を読んだりとか、美味しそうなレシピトライしてみたりとかを続けてました。そうで勉強が終わったら実践するだけだから、その習ったレシピだったりとかそういうのを取り入れたりとか、あと私結構単品メニューが多くて、丼だったりとかパスタとか、でもそうなってくると彩りも全くなかったので、彩りを加えることに集中しました。で結構野菜の彩りって本当色によって栄養素が全然違ったりとかするので、バランスよくレインボーを食べるようにしています。毎食バランスよく食べるためにタンパク質やいい脂質を摂るように心がけていました。で脂質って私すごい悪いイメージがあったんだけど、いい脂質もあって、アボカドだったりとか青魚とかそういうのを取り入れるようにしていました。でとりあえず糖質カットとか脂質カットとかそういうのはせずに、自分の体に合ったものを取り入れてました。これ職業病でもちょっとあるんだけど、私本当に食べるのがすっごい早かったの。結構早食いだから、お腹がいっぱいになる前にグワーって食べちゃってたから、永遠に食べられるようになっちゃってて、で気づいたらお腹パンパンで苦しいみたいな。だからそういうことがないようにゆっくりしっかり噛むことに集中したりとか、あと噛み応えがあるものを選んだりとかをしてました。で飲み物とかもキンキンに冷たいものとか甘いものとかじゃなくて、常温か温かい飲み物に変えてみたりとか、そういう小さいことをやり始めました。で本当当時はすっごい量だったから、最初に言ったみたいに、だから最初は量を減らすというよりも、同じ量でも栄養素がたっぷりあるものとかを選んでって、そこから徐々に減らしていったっていう感じでした、私は。で不思議とその栄養素のことを気にし始めると、今まで欲しかったものも体が欲しくなくなった。そこから私食べる順番も気にし始めました。で血糖値が急激に上昇しないように野菜から食べ始めたり、糖質が低いものから徐々に上げていったりとか、例えばほうれん草だったりとかブロッコリーから食べ始めて、ご飯とかお肉とかお魚とかは
最後の方に食べたりとかでね、あとは間食、お菓子ねやめれないよね。でもレコーディングで私分かったことが、食事を減らしたことによって次の食事の時に爆食したりとか、あとお菓子もいっぱい食べちゃったりとかしてたから、食事は食べる時はしっかりと食べて満足感を得れるようにして腹持ちのいいものを選んで食べてました。でもそれでもやっぱ生理前とかそういう時はお菓子食べたくなるじゃないですか。最初に私はお水を飲んでました。脳って勘違いしちゃって、実はお腹空いてるんじゃなくて喉が渇いてることもあるんだって。そうだからまずお水を飲んで、それで20分30分ぐらい経った時にまだそのお菓子がどうしても食べたいってなったら、そのお菓子を食べます。気にせず食べます楽しくエンジョイしながら食べます食べたいけどちょっと我慢できるかなとか思ったら、そこの時点で私は食べなかったです。それだったらまた違う体にいいものとかを食べてました。なんか我慢しすぎちゃうとその反動でもっと食べちゃったりとか、お菓子を爆食いしちゃったりとかするから、もう自分の体と相談しながらお菓子は考えてました。でね、これを全部徐々にルーティンに入れていって、メンタル的にも体的にも慣れてきて、代謝も上がり、いっぱい食べたとしてもキープしやすい体になりました。でね、こんな感じでいっぱい喋っちゃったんですけど、本当ねまだまだ小さいこと多分ねいっぱいあると思うんだけど、とりあえずまとめた感じではこういう感じで、私は7キロ食事編ではこういう風に痩せました。いろんなことを言ったんですけど、本当ライフスタイルを変えるっていうことが目的だったので、本当に無理せず自分のタイミングで頑張りすぎず長続きできるように、5年後10年後の自分が健康的でそれなりの美しさでいられるように、もう日々の小さな積み重ねをコツコツとするように気をつけてました。でね、食事面で結構いっぱいになったと思うので、メンタルだったりとか生活面はまた別の動画でまとめたいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。